電気住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。今回のちょっとお話なんですけども、私の体験談です。で、私の体験談の中でも、あまり実は証拠というか、その私の体験したことを証明するようなものっていうのを実はこのチャンネルでもあまり出してこなかったんですね。例えば、車に乗りますと、助手席で突然、ピーピーピー、シートベルトしてくださいというのがあってっていう話が、過去私、怪談説法の中でしてるんですけど、実はそれも動画で残ってまして、うちのスタッフさんが、何度かそういうことがあったんで、動画で残してくれたりして、動画をお見せすると、よりよく、信憑性といいますか、が分かっていただけると思うんですけども、実は私、それするのが、あまり好きではなくってですね。というのは、怪談から何かを学んでいただくというのが、私の怪談説法の趣旨ですから、本当にあったかどうかっていう証明をするっていうのは、あまり好きではないんです。ですが、今回ばかりはですね、ちょっと話だけでは分かりにくいので、途中、写真が出てきます。で、その写真っていうのは、心霊写真とかではないので、そんなに怖いものではないものの、中にはですね、ちょっと怖いなって感じられる方もおられるかもしれませんので、ちょっとその写真が写るときには、今から写真を写しますというふうに言いますので、見たくない方は飛ばしていただけたらというふうに思います。今回私が体験した話って言いますのが、今ちょうどだいたい収録と配信っていうのが、だいぶタイムラグがあるんであれなんですけども、本当につい2ヶ月ほど前、2ヶ月まだ経ってないぐらいの話なんですけれども、とある場所に、公園に行かせていただきまして。で、大体そうなんですけれども、例えば、この地区では、5公演しましょう。この地区では3公演しましょうというふうにして、各地区で何座かさせていただくことが多いんですね。で、その日もですね、とある地方に行きまして、ちょっとテレビの撮影とかロケとかいろんなこともあったので、1週間ほど、6日間かなぐらい、連泊することになりまして。で、そのホテルに、泊まったわけです。で、このホテルを抑えていただくのは誰かっていうと、私がタレント事務所に所属してますので、その事務所さんの方で、ミキさん今夜のお宿はここですよというふうにして取っといていただくんですね。で、私が昨年なんですけど、昨年の話で言えば、ほとんど私京都にいなかったぐらい、もう週に一度どこか地方で、イベントするぐらい忙しくってですね、今年はちょっとセーブしていただけるように、お願いしてるんですけども、極力、毎週いろんなところでイベントさせていただきながら、本を書きながら、いろんなものを作りながらみたいな、もう本当に各地回らせていただきながら何かをしてるってことが非常に多かったんですね。それゆえにちょっとYouTube お休みというか、間が空いたりすることもあったんですけれども、今回からちょっと頑張ろうと思ってるんですけどね。短いスパンで上げられるように努力をさせていただいてるんですけど。そんな中ですね、ホテルに泊まって、まず、本の原稿の締め切りがありますから、本を書いたり、いろんな調べ物をしたり、いろんなことをして、くたくたになりますので、大体イベントが終わってホテルへ行ったら、もうそのまま私はホテルから出ないんです。で、食事どうするかというと、コンビニに大体、買いに行っていただくんですけれども、その時ももう私は疲れてますので、スタッフさんに買いに行っていただいたりするんですけども、必ず私が一人で動くことは少なくてですね、大勢の時にはもう、5人ぐらいで動くこともありますし、少なければ、私と私のマネージャーさん2人で行くことも往々にしてあるんですけれども、この日もですね、連泊をずっとしてる中、一人のスタッフさんが、ついてきてくださって、私の部屋とまた別にスタッフさんが部屋を取ってられて。で、事務所さんも、何階のどことか部屋近くしてくださいとかっていう指定は特にされてませんで、いつも階が違ったり、部屋が
だいぶ離れてたりするんですけど、住職なんか買ってきましょうかって来てくださる。で、そんな、その日もですね、たまたま、スタッフさんと部屋は離れてたんですけども、同じ階に滞在したんですね。ですから、まあちょっと私も正直、イベントが終わった後、物を頼みやすくてですね、すいませんけれども、ちょっと、チャーハン、下のコンビニで買ってきてくださいとかって言うと、買いに行ってくださるというふうな生活をしてたんです。で、この日も、私のスタッフさんも連泊で、まあ、いわゆる事務所で2つ部屋を押さえて、これ部屋の番号は言えないんですけれども、まあ、仮に私が、8階で、スタッフさんも8階で、813に泊まってたとしましょう、私がね。これ、本当の部屋を言うとちょっとダメなんで言いませんけども、なぜダメかも後にわかりますけども、813に泊まってて、私のスタッフさんが、805に泊まってたと、まあ、仮にします。805、813に泊まってた。で、泊まったその日の夜ぐらいに、このスタッフさんから、LINE が届きまして、で、この LINE の動画を送られてきたんですね。夜に。で、どうしたんですかって言うと、いや、ちょっと私の部屋なんか嫌な感じがするんですって言って、この動画を見てもらえませんか？動画が、ついてて。見ますとですね、部屋の中が一瞬暗くなったらまた明るくなったり、暗くなったり明るくなったりを繰り返すんです。で、これも動画でもちろん持ってるんですけれども、この動画がですね、そのスタッフさんが引きで撮ってられて、部屋の様子が分かったり、ちょっと特徴的なライトがあるので、まあ、お見せしますと、ホテルが特定される可能性があるので、これはちょっと、お見せしませんけれども、見る限り、ライトが消えたりついたりというよりも、部屋全体が暗くなったり明るくなったりが、誰が見てもわかるレベルでなってるんです。で、ちょっと怖いんですよねっていうのをいただいたんで、大丈夫、安心してくださいと。813に、三木住職というお坊さんが泊まってるんで、もしこの部屋に何かそういう方がおられたら、813に行ってくださいって言ってくださいというふうに私はまあ LINE でお返ししたら、わかりました。じゃあそうしますということで、その後寝る前にですね、813にお坊さんが泊まってるので、その部屋行ってくださいねって言ったら、その部屋では何も起こらなくなったらしいんですね。で、私も、じゃあもう行ってくださいって言ってくださいって LINE した後に、まあ私も、寝たんですね。で、寝てますと、突然、ドン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 ってもう、ドアを激しく叩く音がするんです。で、と思って近くで時計を見ましたら、もう深夜の1時ぐらいなんですよ。深夜の1時に、どん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 って誰も私の部屋訪ねてくることがないので、これは部屋を間違ってられる。あるいは、まあ、お酒に酔った方が、なんか来られたのかなと思って、もうそのまま寝たんです。本当にもう疲れてましたんで。で、寝てますと、どん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 がもう激しいんですよ。で、もうやたら激しいな。仮にお酒に酔ってられたら、ここまで激しく叩けないんじゃないかなと思って、なんとなくちょっと心配になってですね、私ホテルの扉のところまで行ったら、覗き穴があるので、その覗き穴から、覗こうとしたら、どうやら両手で叩いてられるのがドドドドドドンっていう、もう太鼓を叩くようになったんで、びっくりして、うわっと思ったら、小さな細いか細い女性の声でですね、助けてくださいって聞こえてきたんです。で、一瞬私が、えと思わず、はいっていう、私が声を出しましたら、助けてくださいっていう、なんかちょっと抑えめなのか、助けてくださいって声がしたんです。で、両手でおそらく叩いてられるんでしょうけど、どん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 なってるので、あまり大きな音出しながらも、助けてくださいの声は小さい。なんとなく違和感を感じて私、ドアを開けて、どうされたんですかって顔を出しましたら、もう廊下の私の部屋の前でですね、震えながら、お願いします、助けてくださいってはっきりとおっしゃったんで、私部屋から出たんです。そして、どうされたんですかって言ったら、その女性の目線が向こうに行ったんで、パッと私もそれにつられて見たら、刃物を持った男性が
ブルブル震えながらこっちを見てるんですよ。で、これは怖いと思った私はですね、とりあえず女性の方を背にしてですね、その刃物を持った男性だったんですけど、男性に落ち着いてください、落ち着いてください。私もめちゃくちゃ怖がりながら、ちょっと落ち着いてください。で、私怖い時は必ずそうなんですけど、お経が出てくるんですよ。南無法蓮華経、南無法蓮華経って言いながら、落ち着いてください。南無法蓮華経、落ち着いてください。そういうふうにやってて、後ろで女性もずっと私の背に隠れながら怖がってられたので、パッと後ろを見て女性に、逃げてください。私がここ、なんとかしますんで。そう言いますとですね、この女性の方が私にですね、本当にいいんですかっておっしゃるんです。で、いや、もちろんもうここはなんとか私が、説得してみせるんで、逃げてください。ずーっと後ろで、本当にいいんですかっておっしゃるので、本当にいいです、逃げてください。で、また前を見ますとですね、廊下の向こうに男性がですね、まだ、震えながら、もうガーッと、刃物を持ってこっち見てられるんです。で、うわー怖いなー、でもどうしよう。刃物で向かってこられた時に、私はどういう対処をしようと考えてて、パッと後ろを見ると、まだ女性の方立ってられるんですよ。で、女性の方に、いや、何度も言いましたけど、一旦逃げてください。廊下の向こう行ってくださいって言うと、女性の方が、本当にいいんですかってまた念をされるので、本当にいいです。本当に逃げていただいて結構です。そうですか。もう本当にじゃあ、ありがとうございますとかって結構私は刃物を持った男性の方も見なくちゃいけませんし、女性に気を取られてるわけにいかないんで、行ってください、行ってください、もう。って言いながら、その男性を見てたら、その男性がまだ震えて、こちらをずっと見ながら、一歩二歩と近づいてこられるんですよ。で、怖いなと、早く逃げてくださいって言ったら、女性の方も、ありがとうございます。本当にありがとうございますって言って、廊下の方にわーっと走っていかれた。で、よかった。思いながらも、この男性が向かってきたらどういうふうに対応しようと思ってたら、この震えながら、廊下に立ってた刃物を持った男性、ドドドと私の方に向かって急に走ってこられたんで、私、思わずですね、ああいう時人間っていうのは、刃物を持ってられるので、刃物をこうパーンと叩いて、なんとかって、頭の中ではなんか戦い方を考えてたんですけど、いざとなったら怖くてですね、私もこの女性の後を追いかける形で、うわーっと、逃げたんです。で、刃物を持った方に背を向けて、うわーっと逃げてますと、その男性が刃物を持ったままバーッと追いかけてくるんですよ。で、うわ、どうしようと思って走ってると、あっという間に本当に追いつかれまして、もう男性の息遣いが、はっはっっていうのが後ろに聞こえたと思って、パッと振り返ったら、その男性がね、私の腕をガッと掴むんです。で、腕のところを私ガッと持たれて、うわ、このままだと私刺されると思った瞬間、はっと息を吸ったら、ベッドの上だったんですよ。すいません、夢でして。で、うわ、なんか腕をガッと掴まれた感覚があった。怖かったなぁと思いながらも、夢でよかった。なんとなくこう夢の中で女性も救えたし、まあでもこれでよかったのかなと思いながら、心の中でちょっとスタッフさんに、あんな怖い動画を私に送ってきて、なんか、三木重社会とか行ってくださいって言われたせいでなんかちょっと怖い夢見たなとか、ちょっと思いながらもですね、まあ心の中で南無法蓮華経と唱えて、そのまま寝たんです。怖い夢を見た後ってすっごく汗をかいて暑いんですけれども、暑いなと思いながらその日寝て、で、朝を迎えて、朝起きますと、やっぱり汗だくだったんですね。で、ちょっともう、体が汗で粘ついてますので、シャワーを浴びようと思って、シャワーを浴びに行ったんです。で、シャワーを浴びますから、まあ、服を全部脱ぎましてですね、シャワーのお湯が出るかな、チェックしてお湯がジャーッと出た。じゃあもう入れるな、と思って、ふと鏡を見たんです。なんとなく違和感がある。で、この違和感っていうのは、私のなんか体が違うような気がふとしたんです。いつも、まあ、弛緩したもゆるい、なんか体なんですけど、パッと見たときに何かが違うぞと思いながら、鏡ずっと見てたら気づいたんですけど、私の腕に人が掴んだ跡がはっきり残ってるんです。で、私思わず見て、と思って、もう、これ怖いなと思って、なんか洗い流そうという、なんかね、スタンプを
手で赤いスタンプをパンパンパンとした後に、バッと掴んだような、掴んだ手形が残ってたんです。これ、今から皆さんにお見せしようと思いますので、ちょっとそういうの苦手だっていう方は、私がいいよって言うまでちょっと、目を背けていただくか、飛ばしていただくかしたらと思います。いきます。3、2、1、こちらです。これ見ていただきますとですね、私のこれ、右腕になるんですけれども、しっかりとこれ掴まれてるんですよね。で、アップにしますとこういう感じなんですけれども、これ実はですね、私が手を当てますと、私の指よりも 1.5 倍ほど、ちょっと一回りほど、実はこの手のサイズが大きいんです。で、これ実際皆さん掴んでいただくとわかると思うんですけども、こんな風に肩残らないんですよね。で、私、自慢じゃないですけど、寝相はいい方で、しっかりこう、なんか変な体勢で寝ることもないので、ここを掴んで寝るなんてことは、もう、過去にもありませんし、非常にこれ、夢とリンクしてるので、本当に掴まれてたんではないかなという、写真なんです。ということで、写真消してください。はい。すいません。怖かった方はごめんなさい。そういう写真、実際に腕を掴まれてるところを、ちょっと証拠として、今回写真撮らせていただきまして。で、この写真を撮った後ですね、もしかするとこんな事件がここであったんではないかなと思って、ちょっと実はホテルの方に、お聞きしたんです。ホテルの部屋から出ましたら、ちょうど清掃員の方がおられたんで、ちょっとすいません。この部屋でこういうことがあったんですけども、ちょっとなんか腕を掴まれる夢を見た結果、これちょっと見てください。って言ってお写真見せたりして。そうするとその方が、うわ本当ですね。この回でしたっけっておっしゃったんです。これで私ちょっとドキッとしまして、この回でしたっけっていうのはどういうことですかとお聞きしたら、その方が、いえ、当ホテルではそういった事件はございませんと。ほぼ私の質問に被せるようにすぐ否定されまして。で、いや、それなら全然いいんですけどもって言ったら、その方が、ちょっと支配人に話をしていいですかっておっしゃるんで、はいはいって言った後に、どうやら支配人さんにお話しされたのか、すぐに私の部屋にですね、部屋を変えましょうかというお電話いただきまして。で、全然大丈夫です、大丈夫です。連泊でも荷物も散らかしてますんで、このまま大丈夫です。で、ちなみにですね、ミキさんの事務所さんから、部屋を2つお取りになってますけれども、もう一人の方の部屋は変えなくていいですか言われたので、うちのスタッフの部屋ももういいですと。なんか電気がね、暗くなったり明るくなったりって言ってましたけど、いいかなと思って、そのままで大丈夫ですって言ったら、でも、せめてですね、スタッフさんの部屋だけは交換させていただけませんかって言われたんです。これもなんかちょっと違和感残りましてね。スタッフさんの部屋だけ変える？私の部屋は変えないのっていう。なんとなく違和感のある中、いや、でももう多分大丈夫だと思うんで、もうまたすぐ仕事があるんで大丈夫ですって言ったら、そうですかと言って、その時は電話切れたんです。で、私、その後またちょっともう一度部屋戻りましてですね、腕を見ると、まだ腕に肩が残ってたんで、これ、いつになったら消えるかな。ふと、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経と言いながら腕をさすりますとですね、なんとその場ですぐ消えたんです。ずっと持たれてたのっていう感覚に陥るぐらい、本当にその時にスーッと消えていったんですね。で、なんとなく私は良かったなと思って、これでまたちょっと、仕事に行って、帰ってこよう。で、その日イベントがありましたので、私イベントの方に行かしていただくのに、もう本当に私方向音痴がすごいので、これもスタッフさんに連れてっていただこうと思って、スタッフさんにそろそろ行きましょうかって連絡しようとしたらスタッフさんの方から連絡いただいて、そろそろ行きましょうということかなと思って見たらですね、もう過去一度もないんですけども、申し訳ありません。本日私行けそうにありませんという、そのスタッフさんから、LINE が来まして、どういうことですかっていうと、もう高熱で、もう今、動かないです、体がって。で、大丈夫ですかなんか薬買ってきましょうかって言っても、いや、もう、いいです、ほっといてくださいと。
もう私このまま申し訳ないですけど、今日、一緒に行けないんで、1日寝かしてください。で、この私スタッフさんも長いんですけれども、過去一度もそういったこともないですし、少々体が疲れてても絶対にその場所までは連れてってくれるんです。ところが、今日は頑張って一人で行ってくださいと。もうタクシーで行ってくださいって言われまして、あ、そうですかということで、その日一人で行ったんですね。で、イベントをしまして、帰ってきて。いやー、スタッフさん大丈夫かな？明日も続きでイベントがありますから、明日のイベントもあるから、いや、先にもう会社の方帰ってもらう方がいいのかなとか、いろんな心配しながらも、私部屋に戻りましてね。ふと、イベント終わりましたっていう LINE をした後に、どうですか体調がって言ったら、いや、まだ熱がありますって。帰ってきたので、じゃあ、もう今しばらくちょっとゆっくりして、もし無理そうならもう、帰ってくださいね。私置いていっていいですよって言いながら、LINE した後、ふと携帯でね、この部屋のこと調べたんですよ。このホテル、この部屋。もしかすると何かあったのか。なんとなくこの支配人さんの言葉も引っかかってましたから、なんとなく気になるなと思ってたら、部屋の電話がブルルルって鳴りまして、これもう夜ですよ。11時も回ってるぐらい。で、はい、もしもし、出ますと、また支配人さんの方で、私のこともご存知だって、三木住職すいません。部屋やはり帰った方がいいんじゃないですか。今お戻りですよねって言われて。どうも私が戻ってくるのがなんかホテルでわかるんですかね。お戻りになったみたいなんで、今から大変夜ですけども、他の部屋、もっとグレードの高い部屋でもいいから変わってもらえませんかって言われたんですけど、もう私も疲れてましたし、で、うちのスタッフがちょっと熱も出してるんでねって言ったら、熱出してられるんなら、もっと広い部屋に変わりましょうって言ってくださったんですけど、いいです、いいです。もう、そのまま寝かしてあげる方がいいと思うんで、私もこのままでっていうことで、電話を切りまして。いや、再三にわたってなんか部屋の交換を言ってこられるのもおかしいので、携帯でいろいろ調べましたら、なんとですね、そこで刺殺事件があったと書かれてまして、これよくニュースを見ますと、ちょっと部屋番号は架空ですけれども、スタッフさんが泊まってる部屋805、私の泊まってる部屋が813。この2つの部屋が絡む事件が出てきたんです。見ますともう、何年も前の事件なんですけれども、とある男性が、ちょっと悪い薬をされてる男性が、ある女性を、刺殺したという事件が出てきまして、この刺殺した犯人が泊まってた部屋が805。すなわち、私のスタッフさんが泊まってる部屋。そして、ちょっと事故で、お亡くなりになられたんですけれども、この被害者の方が泊まってられた部屋が、なんと私の部屋なんですよ。部屋番号も全部書いてまして。それを見て私びっくりしまして、これはもしかすると、私にここに泊まってほしいという何か思いがあったのかな。もうそう思わざるを得ないぐらい、もう完全一致しまして、私が見た夢もそうですね。刃物を持った方がブルブル震えてたのはどうも、その悪い薬の影響だったんじゃないかな。そして私はですね、その女性をかばう、この女性のことをよく見てたんですけれども、年齢も大体このぐらいの年齢の方かなと想像してた年齢の方がそこで、被害者となってられるんですね。で、もしかするとその念みたいなのが長年残ってたのかもしれません。私がその方をかばってですね、逃げてくださいって言った時に、本当に嬉しそうに、いいんですか？ありがとうございます。そうお礼を言って、去っていかれて、そして、私の腕を持った加害者の方ももしかするとですね、その念のようなものがそこに残ってたかもしれませんけれども、私は、南無妙法蓮華経と言いながら手をさすったことで、なんとなくこの事件が解決したんじゃないかな。そう思いながらも、その日の夜、そのままですね、私は、持っていた、ちょっとお経の道具がありますので、それで、その部屋で、あまり大きな声を出しますと、隣の部屋の方びっくりされない小さな声ですけれども、少しの間、そのお二人のことを、お経を読んだんですね。で、特にお亡くなりになられた方、どうか成仏してくださいということで、お経をあげさせていただきまして、もう、じゃあこれで寝ようと思った時にまた LINE が来まして、スタッフさんから。突然気分が良くなったので熱を測ったら平熱に戻りました。明日は必ずついていきます。
これのタイミングをまた私がお経をあげ終わったタイミングでしたので、もしかするとですね、長い間、あった念みたいなのがそこで浄化されたのかなというふうに思いますし、もしかすると私を呼んでくださったのかなというような思いのあった、事件でございました。あまりこういうお写真を出す会っていうのは私は、今後も、極力少なく、したいなと思ってますし、あまり怖い話ばかりだとですね、不得意な方もおられるみたいなので、そこそこに、させていただいてとは思っておりますので、今後はこういったあまり、お写真とかはどうかなと思ってます。ということで、本日も怪談説法、これにて終わりとさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。